月面生活は可能か。その技術とリスクを完全解説。なぜ人類は月を目指すのか。人類が月に住むという構想を抱き始めたのはごく最近のことではありません。1969年アポロ11号によって人類が初めて月面に足を踏み入れた瞬間から、月は単なる観測対象ではなく未来の生活圏として意識され始めました。しかし当時の技術ではそれを実現するにはあまりにも多くの課題がありました。燃料、通信、滞在設備、人体への影響などあらゆる要素が未成熟であり、月面に住むことは夢のまた夢とされていたのです。それから半世紀以上が経ち、私たちは再び月に目を向け始めています。背景にあるのは地球の限界です。人口増加、環境破壊、資源の枯渇といった地球的課題が深刻化する中で、人類は第二の拠点を求めるようになりました。火星などの遠方の惑星も候補には上がっていますが、技術的にも距離的にもまず目指すべきは月です。地球からおよそ38万 km、片道3日という近さにありながら、私たちの知らない環境が広がっています。また月は宇宙探査における中継基地としての価値も持ちます。重力が地球の6分の1しかないため、資材や燃料を月から発射する方が効率が良く、将来的には火星やさらにその先へのステップとして活用できる可能性があります。つまり月への定住は単なる移住ではなく、宇宙進出の第一歩としての意味合いを持つのです。現在各国の宇宙機関や民間企業が月への進出を具体的に進めています。 NASA のアルテミス計画では再び人類を月へ送り、持続可能な滞在を目指す段階に入っています。中国やインドも独自の計画を進行中であり、月は再び国家の威信をかけた舞台となりつつあります。加えてスペース X やブルーオリジンといった民間企業が加わることで、月は国境を越えたビジネスと科学のフロンティアとしても注目されています。このように月に住むという構想は決して夢物語ではなく、現代の科学技術と社会情勢の延長線上にあります。地球に頼るだけでは立ち行かなくなる未来が見えてきた今、私たちは本気で宇宙での暮らしを考えなければならなくなっています。これから始まる物語では、月に住むというテーマを科学的、社会的、そして技術的な観点から丁寧に掘り下げていきます。そこにあるのは単なるロマンではなく、地球と人類の生存をかけた現実的な挑戦です。そしてその挑戦はすでに静かに、しかし確実に始まっているのです。月に住むことを考える際、最初に直面するのが月そのものの環境です。私たちが暮らしている地球とは根本的に異なる条件がいくつも存在しています。それらを理解しなければ、いかなる技術をもってしても快適で安全な生活空間を築くことはできません。まず大気が存在しないという点は極めて重大です。地球のような酸素や窒素を含む大気層は月には一切存在していません。そのため呼吸ができないだけでなく、音が伝わらず気圧もゼロに近く、あらゆる物質は無防備に真空の宇宙空間と接することになります。この状態では人間の体は数秒で深刻な障害を受けてしまいます。加えて月面では昼と夜の気温差が極端です。昼間は太陽光が直接降り注ぎ、摂氏120度を超える高温になります。一方夜間は太陽が完全に沈み、気温はマイナス170度以下にまで急降下します。この激しい温度変化は建材や機器の耐久性に大きな影響を与え、居住空間の設計にも慎重さが求められます。断熱性や保温性、さらには急激な膨張、収縮への対応が不可欠です。さらに地球のような磁場が月には存在しないため、宇宙から降り注ぐ放射線を遮る手段が限られます。宇宙空間では太陽から放出される可電粒子や銀河系を飛び交う宇宙船が絶えず人体に影響を及ぼします。地球では大気と磁場がこれらを大部分遮ってくれますが、月面ではその保護が失われています。このため居住施設には厚い壁や特殊な素材による防護が求められ、地下構造の活用も検討されています。重力の違いも見逃せません。月の重力は地球の約6分の1に過ぎません。この軽さは物資の運搬や建設作業には有利に働く一方で、人間の体には様々な負担をもたらします。筋肉や骨が刺激を受けにくくなるため、長期間の滞在では筋力低下や骨密度の減少といった健康上のリスクが懸念されます。これを防ぐためには、
地上と同等の運動効果をもたらす設備や人工的に重力を模倣する技術の導入が求められています。また砂塵の問題も深刻です。月面にはレゴリスと呼ばれる微細な粒子が広く存在しており、これは風化が進んでいないため非常に鋭利で、機械の可動部に入り込んだり電子機器を傷めたりする恐れがあります。さらに静電気によって浮遊しやすく、密閉空間内にも入り込む可能性があるため防塵対策も重要です。加えて月には生命維持に必要な資源がほとんどありません。水、酸素、食料などはすべて地球から持ち込むか月の環境から採取、生成する必要があります。そのため現地での資源循環や自律的な生産システムの構築が不可欠です。こうした過酷な条件の中で人類が月に暮らすには、それぞれの問題を細かく分析し、技術と工夫を積み重ねていくほかありません。一つ一つの課題が安全かつ継続的な月面生活の鍵を握っており、決してどれも無視することはできません。月は私たちに地球では当たり前に存在していた数多くの恩恵がいかに貴重なものであったかを思い出させます。そしてそのことが人類が宇宙で生きていくという挑戦の厳しさと、それに立ち向かう意義の大きさを浮かび上がらせてくれるのです。月に住むという構想を現実にするために最も優先して確保しなければならないのが水と酸素です。人間の生命維持に欠かせないこの2つの資源は月面に自然に豊富に存在しているわけではなく、入手や生成には高度な技術と綿密な計画が必要とされます。まず水について考えると、かつて月は完全に乾いた天体であると考えられていました。しかし近年観測技術の進歩により、月の極地域、特に南極付近の永久影と呼ばれる太陽の光が一切届かない領域に水の氷が存在していることが明らかになりました。この氷は隕石や彗星の衝突によってもたらされたと考えられており、長い年月をかけて地下や日陰にとどまり続けてきたと見られています。この氷を採掘して溶かし、ろ過、生成することで飲料水や生活用水として利用することが可能になります。さらに水は H2O、すなわち水素と酸素からできているため、電気分解によって酸素を取り出すこともできます。この方法は月面で酸素を得るための有力な手段の一つであり、宇宙飛行士の呼吸や燃料の生成にも活用できます。ただし水の電気分解には大量の電力が必要です。月面で安定して電力を供給するには、太陽光を効率的に集めるソーラーパネルの設置や原子力を利用した小型発電装置の導入が不可欠となります。また得られる氷の量には限りがあると予測されており、資源としての管理と持続可能な使用が求められます。酸素の確保にはもう一つ重要なアプローチがあります。それは月の氷土、いわゆるレゴリスから酸素を抽出する技術です。レゴリスには酸素を含んだ鉱物が多く含まれており、化学反応や熱処理を加えることで酸素を取り出す研究が進められています。この手法は水資源に依存しない形で酸素を得ることができるため非常に有望です。ただし技術的な難易度は高く、実用化にはさらなる開発と試験が必要です。また月面における水の循環システムも重要な課題です。一度使用した水をどのように再利用するかという点は、閉鎖環境での生活では避けて通れません。現在国際宇宙ステーション ISS で使用されている水再生技術がそのまま応用できる可能性があり、尿や湿気を再処理して再び飲用可能な水に戻すシステムの導入が検討されています。これにより輸送に依存せず、月面での水の自給率を高めることができます。酸素についても消費された後の二酸化炭素をどのように処理するかが問題となります。二酸化炭素除去装置や藻類や光合成細菌などを用いた生物学的な循環システムの構築も視野に入れられており、人間と環境が共生するための仕組みが求められています。このように水と酸素の確保は単に資源を得るというだけでなく、それを効率的に使い循環させ持続可能な形で維持していくための総合的なシステム作りが不可欠です。地球では当たり前に享受している水や空気という存在が、月面では高度な技術と不断の努力によってようやく手に入るものであるという現実、それを受け止めた上で、私たちは月における暮らしの基盤を一から築いていかなければなりません。月に住むという計画を支える上で、水や酸素と並んで欠かせないのが
安定したエネルギー供給と食料の確保です。いずれも人間が生きていく上で基盤となる要素であり、その方法を確立できるかどうかが月面生活の実現性を左右すると言っても過言ではありません。まずエネルギーについて考えてみましょう。月には地球のようなインフラは一切存在しません。電気、水道、ガスなどは外部から供給されないため、ピンチで自ら発電し管理する必要があります。そのため最も実現可能性が高くかつ持続的な方法として注目されているのが太陽光発電です。月には大気がないため太陽の光はほとんど減衰することなく届きます。特に赤道周辺では昼と夜が交互に訪れるサイクルがありながらも、極地域に比べれば日照時間が安定しています。ただし昼夜の切り替わりは地球のように24時間ではなく、約14日間昼が続いた後に約14日間の夜が続きます。この月の夜の間にどう電力を蓄え供給を維持するかが課題となります。そのため太陽電池による発電と合わせてエネルギーの蓄電技術も重要な役割を果たします。高性能のバッテリーや燃料電池、さらには超電導による送電システムの導入も視野に入っており、限られた資源を最大限に活用する工夫が求められています。一方で太陽光が届かない夜間や天候の影響を受けない原子力エネルギーも補助的な電力源として検討されています。小型モジュール式の原子力電池は長期間にわたって安定した出力を保てるため、太陽光が使えない時間帯や過酷な環境下でも活動を維持する手段として有効です。次に食料について見ていきましょう。長期にわたる滞在を想定した場合、すべての食料を地球から運ぶのは非現実的です。輸送コストの問題に加え、時間のロスや鮮度の維持といった難点もあります。そのため現地で食料を自給するための技術が必要とされています。現在注目されているのは閉鎖型の植物栽培システムです。これは人工的に温度、湿度、光、養分を制御しながら狭い空間で効率的に植物を育てる仕組みであり、地球でもすでに実用化が始まっています。月面では完全に密閉されたドームや地下空間を利用し、 LED 照明や再生可能な水資源を活用することで野菜や穀物の栽培が試みられることになります。また食物の生産にあたっては再生型生命維持システムの構築も欠かせません。これは人間の呼吸や排出物を回収、再利用し、植物の成長に必要な二酸化炭素や栄養分として循環させる仕組みです。自然界のようなサイクルを人工的に再現することで持続的な食料生産が可能になります。動物性タンパク質については飼育スペースや飼料の問題から月面での家畜飼育は現時点では現実的ではありません。その代替手段として昆虫の飼育や細胞培養による人工肉の生産が模索されています。これらは小スペース、低資源で高栄養価な食料源として注目されており、月における食の多様性を支える新しい選択肢となり得ます。こうして見ていくと、月面におけるエネルギーと食料の確保は単に技術を導入するだけではなく、限られた資源を循環させる持続性の概念が不可欠です。自立した生活基盤を築くためには、地球とは全く異なる条件下で人と自然の関係を一から再構築する必要があります。月に住むという挑戦は科学と技術の融合だけでなく、私たちの価値観そのものを試す試練でもあるのです。人類が月に滞在し生活を営むには、安全かつ快適な住居空間の確保が不可欠です。地球上の建築物とは根本的に異なる条件の下で、過酷な環境から身を守り生命を維持するための空間をどのように構築するのか、その問いは月面での生活の実現性を左右する中核に位置しています。まず考慮すべきは外的環境の厳しさです。月面には大気がないため、放射線が直接降り注ぎ、また昼夜の温度差が極端に大きくなります。加えて微小隕石が高速で飛来する可能性もあり、住居はこれら全てに対して高い耐性を持たなければなりません。したがって単なる気密性や断熱性だけではなく、構造的強度と外的リスクへの多重的な対策が求められます。この課題に対して現在注目されているのが月の地下空間を利用する方法です。月面にはかつての火山活動によって形成されたラバチューブと呼ばれる空洞が存在しています。これらは
直径数十メートル、長さにして数キロメートルに及ぶこともある天然のトンネルで、外界の放射線や温度変化から隔離された空間として利用価値が高いとされています。人工的に防護壁を築くよりも、自然の構造を活用する方が資源とエネルギーの節約にもつながります。一方で、月面の表層に直接建設する案も並行して研究されています。その中でも重要な技術が 3D プリンターによる建設方式です。月の表土、レゴリスを素材として加工し、セメントのように固めて建築材を生成するという方法は、地球から大量の資材を輸送する必要がないという利点があります。すでに欧州宇宙機関、ESA や NASA は、この方式による実証実験を進めており、将来的には現地素材を生かした自動建設ロボットによる住居構築が実現する可能性があります。構造の形状にも工夫が必要です。ドーム型や半地下構造の居住モジュールは、気圧の安定化や衝撃吸収の面で有利とされ、実際の設計案でも多く採用されています。こうしたモジュールは、複数を連結して拡張可能にすることで、人数や用途に応じて柔軟に対応できる設計が理想とされます。内装についても、ただ生活機能を満たすだけでは不十分です。閉鎖的な空間での長期生活では、精神的な安定を保つことも大きな課題となります。そのため、照明、色彩、空間レイアウトに工夫を凝らし、居住者にとって快適で心理的ストレスの少ない環境を整える必要があります。バーチャルウィンドウや植物スペースなど、地球の景色や自然を模した仕掛けを取り入れることも検討されています。また、居住空間は単なる寝起きの場ではなく、生活全体を支えるシステムの中枢でもあります。空気の循環、温度と湿度の調整、水と廃棄物の再処理、そして電力供給まで、全てが一体化され、かつ自動化された設備として機能する必要があります。このような統合型居住システムを、スマートハビタットと呼ぶこともあり、AI やセンサー技術の導入によって居住者の健康状態や資源の使用状況を常に把握できる設計が進められています。将来的には複数の住居モジュールを集めた列面コミュニティの構想もあります。研究、栽培、医療、娯楽などの機能を分担した施設をネットワーク化することで、より複雑で持続的な生活環境を築くことが目指されています。これにより単なる生存から豊かで人間的な暮らしへの段階的な移行が可能になると考えられています。月に住むということは、ただ避難所を作ることではありません。人が人らしく生きるための居場所を、未知の世界に築き上げることです。そのためには、機能性と快適性の両立を追求し、環境との共存を意識した住空間の創出が求められます。月に住むという計画は、建築技術や資源循環システムの進展だけでは完結しません。最終的にその空間で暮らすのは人間であり、私たちの身体と精神がどこまでその環境に適応できるかが成功の鍵を握ります。地球とは大きく異なる月の条件は、人間の健康にさまざまな影響を及ぼす可能性があるため、あらゆる角度からの対策が求められています。まず、最も基本的な問題として挙げられるのが重力の違いです。月の重力は地球の約6分の1しかありません。この環境で長期間生活した場合、骨にかかる負荷が大幅に減少し、骨密度の低下や筋力の衰えが進行する恐れがあります。これにより、骨折や筋萎縮といったリスクが高まり、帰還後のリハビリも長期化することが予想されます。地球の重力環境に体が慣れている私たちにとって、軽すぎる重力は一見快適なようでいて、実は身体機能の維持には適していないのです。この問題に対処するため、人工重力の導入や日常的な運動プログラムの設計が検討されています。特に遠心力を利用して重力に近い力を再現する回転型施設の構想や、筋肉や骨に刺激を与える特殊なエクササイズ機器の開発が進められています。健康を維持するための習慣が日々の生活の中に自然に組み込まれていくことが理想とされます。次に重要なのが放射線の影響です。月には地球のような大気や磁場がないため、宇宙から到達する放射線が直接降り注ぎます。これには太陽からの高エネルギー粒子や銀河宇宙線などが含まれ、長期にわたって被曝を続けることでがんの発症リスクや細胞レベルの障害が生じる可能性があります。これを避けるためには、放射線を遮蔽するための厚い壁材や地下施設の活用が有効です。また、
個人単位での被曝流を常時モニタリングするセンサーの導入や、必要に応じて居住空間の中でも安全なシェルターゾーンを設けるといった細やかな配慮も必要です。予防と検知を組み合わせることで、身体的なリスクを最小限に抑える努力が続けられています。加えて、見過ごせないのが心理的ストレスの問題です。閉鎖空間での生活、限られた人間関係、外界との断絶、そして自然の景色や季節の変化がない環境は、心に強い負担をかけます。これにより、抑うつ状態、集中力の低下、対人トラブルなどが引き起こされる恐れがあります。特に数ヶ月単位での長期滞在となる場合、精神の安定を保つ仕組みが不可欠です。この課題に対しては、定期的なカウンセリングの実施や、仮想現実、VR を用いた地球環境の再現、オンラインによる家族との交流といった技術的、心理的サポートが検討されています。また、居住空間に植物を取り入れることや、光や音を自然に近づける演出も、精神の落ち着きを助ける方法として注目されています。さらに、集団生活における人間関係のマネジメントも重要なテーマです。限られた空間の中で少人数が密接に関わる生活では、些細な摩擦が大きな問題に発展することがあります。そのため、事前の心理的性評価や、緊急時のメンタルケア体制の整備が不可欠です。月面での生活は、極めて人工的な環境に身を置くことになります。私たちはそこに身体を適応させ、心を安定させることが求められます。それは単に医学や心理学の問題にとどまらず、人間そのものが自然から切り離された空間でどれだけ生きられるかという根源的な問いでもあるのです。この章において浮かび上がったのは、技術的な課題以上に人間という存在の限界と柔軟性です。月に住むという挑戦は、同時に人間の可能性を試す試練でもあるのです。月に住むという構想が実現するためには、月面だけで完結する仕組みだけでなく、地球との安定した連携が不可欠です。資源の補給、機材の搬送、データのやり取り、そして人の移動に至るまで、全ては月と地球の間をどうつなぐかという問題にかかっています。単なる物理的な距離ではない。この約38万 km の空間には、数々の技術的、運用的な壁が存在します。まず取り上げるべきは輸送の問題です。現在の技術では、ロケットを用いた輸送手段が唯一の選択肢となっています。とはいえ、ロケットの発射には莫大な費用がかかり、貨物の重量にも厳しい制限があります。物資の補給や人員の交代を行うためには、効率的かつ頻繁に往復できる手段の整備が急務となっています。ここで注目されているのが、再利用型宇宙船の開発です。例えば、スペース X が開発しているスターシップは、打ち上げから着陸までを繰り返し行うことが可能な設計となっており、月との輸送コストを劇的に引き下げることが期待されています。また、地球から月軌道上まで物資を運び、そこから小型の着陸機で月面に下ろす段階的輸送モデルも現実的な選択肢として検討されています。将来的には、月軌道上に宇宙ステーション型の中継基地を設置する構想もあります。ここでは燃料補給、貨物の仕分け、あるいは緊急避難施設としての機能も担わせることができ、月と地球の間に柔軟な物流ネットワークを築くことが可能になります。これにより、月面と地球との間の物資、人員の流れは、より確実かつ継続的なものとなるでしょう。次に、通信の確保も見過ごせない要素です。月と地球の距離により、片道で約 1.3 秒の通信遅延が発生します。このわずかなタイムラグは、リアルタイム操作や遠隔制御において無視できない影響を及ぼすことがあります。特に緊急時の指示伝達や遠隔医療のような分野では、情報の即時性が重要視されるため、遅延を見越したシステム設計が必要とされます。加えて、月の裏側にある施設との通信は、地球からの電波が直接届かないため、中継衛星の存在が不可欠となります。このため、すでに月周回通信衛星網の構築計画が進められており、いくつかの国や企業が衛星配置の競争を始めています。これにより、月のどの地点でも常時通信が可能な環境が整いつつあります。通信だけでなく、データ転送量の拡大も重要なテーマです。遠隔地での科学観測や機器の監視、映像のリアルタイム配信など、情報の需要は今後さらに増えていくと考えられます。そのため、
月と地球の間には高帯域で安定したデータリンクが必要となります。光通信やレーザー通信の導入はその有力な候補であり、現在実験と実用化に向けた取り組みが進行中です。さらに人と人との精神的なつながりもこの章の範囲に含まれるべきでしょう。地球に残る家族や仲間とのコミュニケーションは月面で暮らす人々にとって精神的な支えとなります。通信技術の向上によって映像や音声による高品質な交流が可能となれば、孤独感や心理的ストレスを和らげることができます。物流と通信は単なる手段ではなく、月面生活全体の基盤です。情報と物資の流れが滞れば、どれほど高度な施設や装置があっても人の暮らしは成立しません。逆に言えば、ここを確実に整備することができれば、月での暮らしは一気に現実味を帯びてきます。月と地球をたった一つの命綱でつなぐという発想ではなく、複数の手段でつながる多層的なインフラこそが持続的な月面社会の土台となるのです。月に住むという構想はもはや一つの国家や機関だけで進められる段階を超えました。現在、多国間の戦略と民間の革新力が交錯する形で月をめぐる開発競争が本格化しています。そこには科学探査の目的を超えた政治的、経済的、そして技術的な思惑が複雑に絡み合っています。最も象徴的なのがアメリカのアルテミス計画です。これは NASA が主導する国際的な月探査プロジェクトであり、かつてのアポロ計画とは異なり、単なる到達ではなく持続可能な滞在を目的としています。2020年代後半には女性と有色人種を含む新たな乗組員を月に送り込み、南極付近への着陸を目指す計画が進行中です。その後、月軌道上にゲートウェイと呼ばれる小型宇宙ステーションを設置し、長期的な滞在、補給、中継を行う体制の構築が目指されています。この計画には日本、JAXA、欧州宇宙機関、ESA、カナダ宇宙庁、CSA など複数の国が協力しており、国際連携による月開発の枠組みが形成されつつあります。特に日本は補給機の開発や月面居住技術の支援などに関与しており、将来的には日本人宇宙飛行士が月に降り立つ可能性も現実味を帯びています。一方で中国の動きも見逃せません。中国国家航天局 CNSA は独自の探査機ジョーガシリーズを用いた月面探査を着実に進めており、すでに月の裏側への着陸やサンプルリターンに成功しています。さらにロシアとの連携によって国際月面研究ステーション ILRS の設立を計画しており、西側主導のアルテミス計画とは別の軸で独自の月面基地構想を進行中です。このように月は再び地政学的なシンボルとなりつつあります。かつて冷戦時代に宇宙開発競争が繰り広げられたように、現在もまた新たな形での月面外交が進んでいるのです。ただし今回は科学技術だけではなく、資源の獲得や商業利用といった実利的な視点が色濃く反映されています。この動きに呼応するように民間企業の参入も加速しています。スペース X は大型宇宙船スターシップの開発を通じて月や火星への移動手段の低コスト化を目指しています。またブルーオリジン、アストロボティック、インチュイティブ、マシーンズなどの企業も貨物輸送や着陸船開発などを担い、月面ビジネスの基盤づくりに貢献しています。さらに月の環境を利用した資源開発やエネルギー供給を見据えた構想も現れています。月の極地に眠る水資源を採取し、酸素や燃料に転換するプロジェクトや、月面で太陽光を集めて地球に電力を送る宇宙太陽光発電の可能性など、月を宇宙インフラとして捉える動きが広がっています。このように各国と企業がそれぞれの立場から月の未来を描いている現状は、単なる競争を超えた多層的な協調と分業の構造を形作りつつあります。今や月は特定の勢力が独占する空間ではなく、人類全体が協力して開く新たな共有地と捉えられるようになってきました。ただし法的な整備はまだ追いついていません。宇宙条約では国家による天体の主権の主張は禁じられているものの、民間活動や資源利用のルールは曖昧なままです。月面における秩序の確立は今後の大きな課題となるでしょう。私たちは今、月をめぐる計画が理想から現実へと歩みを進める瞬間を目の当たりにしています。そこに関わる主体の多様さが
逆に月の未来に柔軟性と可能性をもたらしているのです。かつて人類にとって月はただ夜空に浮かぶ神秘の象徴でしかありませんでした。そこに降り立ったアポロ計画の第一歩は技術の勝利であると同時に人間の想像力と挑戦心の象徴でもありました。そして今、月は再び私たちの未来を形作る現実的な舞台へと姿を変えつつあります。この一連の章を通じて月に住むために必要な条件、技術、課題、そしてそれに挑む世界の動きを見てきました。環境の過酷さ、水や酸素の確保、エネルギーと食料の持続性、居住空間の構築、身体と心への影響、地球との接続、そして国際的な競争と連携、いずれも一つとして簡単な問題ではなく、それぞれが極めて高度な専門性と長期的な視点を必要とするテーマでした。しかし、その一つ一つに対して人類はすでに答えの断片を手にし始めています。技術は日々進歩し、宇宙に対する理解は深まりつつあります。かつて夢物語とされた月面基地の存在は、今や予算が組まれ、設計が描かれ、実験が重ねられている現実です。とはいえ、住むという言葉には重みがあります。ただ滞在する、あるいは実験的に滞在するという段階から、生活を営み、文化を築くという段階へと進むには、さらに高い水準での安定と持続性が求められます。それは、科学技術の力だけでなく、倫理観や社会制度、そして人間の精神的な成熟にも関わる課題です。月に住むという挑戦は、突き詰めれば人類はどこまで地球から自立できるのかという問いに他なりません。自然の恩恵を前提としない環境で、私たちはどこまで人間らしく生きられるのか。生き延びるだけではなく、何をもって暮らすと言えるのか。その問いは、私たちが普段当然と感じている価値観を改めて見つめ直す契機にもなります。そしてもう一つ、忘れてはならないのが地球の存在です。月面生活の構想は、地球が抱える問題、環境の劣化、資源の限界、人口の増加と正面から向き合った結果として生まれたものでもあります。月を目指すという選択は、決して地球からの逃避ではなく、むしろ地球の未来に対する責任の表れでもあるべきです。これから先、実際に月に居住する人々が現れる時代が訪れるでしょう。そこに必要なのは、単に技術を持ち込むだけではなく、人間の暮らしとは何かを問い続ける姿勢です。限られた空間の中で、いかにして支え合い、成長し、未来へと希望をつなげていくのか。その試みこそが、月面生活を単なる実験から生きた社会へと昇華させる鍵となります。結論として、月に住むという構想は、決して不可能ではありません。むしろそれは、私たちが現代に生きる人間として、自らの可能性と向き合うための大きな挑戦です。現実はまだ始まりに過ぎません。しかしその一歩は、確かに未来へと続いています。